親が一度も勝てなかった相手、今や世界が認める日本の主砲モンスター井上尚弥は25戦25勝22 KO 無敗、バンタム級4団体統一王者、軽量級でありながら KO 率が 87% 超えの驚異的なチャンピオンなのだ。マイク・タイソンも以前から注目しており、世界最高のボクサーと断言したのだ。メイウェザーも井上の規格外の強さに血液と尿検査を受ける必要があるとドーピングを疑うほどの強さなのだ。そんな井上尚弥が一度も勝てなかった相手とは井上沙耶、井上尚弥の奥さんなのだ。高校1年から付き合い始め7年間の交際を経て結婚したのだ。当時から井上尚弥のサポートに徹底しかりから支えてきたのだ。そんな奥さんに対し井上は感謝と敬意を込めて決して勝たないのだ。 AI だと疑われるほどの美少女、いきなり問題なのだ。どっちが AI 画像かわかるかな。3、2、1。正解はどちらも藤崎凪、実在する人間なのだ。もともとタレント活動はしていたが、たまたま街頭インタビューに答え、その姿があまりにも美少女だったため、まるで AI 画像のようだと話題になったのだ。これにより SNS のフォロワーが8万人増えたが、 AI 画像ですかという問い合わせが殺到し、私は実在する人間ですと前代未聞の声明を出したのだ。見た目に反してニンニクたっぷりこってりラーメンを週に4回食べるほど大好物なのだ。実は20歳の時に結婚していて2人の子供がいるのだ。現在は離婚しているが、2人の子供の美少女すぎるシングルマザー姿はリアル推しのことを言われているのだ。マザー・テレサは聖人ではなかった。貧困や病に苦しむ人々の救済に生涯を捧げ、1979年にノーベル平和賞を受賞したが、実は心身売買の噂や多額の寄付金を受け取っていたにもかかわらず、貧しい人や治療費に使わず横領していたり、何かと疑惑のある人物なのだ。そして2021年インド政府が調査した結果、マザー・テレサが立ち上げた団体で赤ちゃんを7万円から12万円で売る人身売買があったと発覚したのだ。その他にも苦しみと死に対する独特の信念を持っており、痛みに対する姿は美しいと言って鎮痛剤を使わずただ祈っていたのだ。治療に十分な寄付金は集まっていたが、衛生環境は最悪で注射器は使い回されるなど満足な治療を受けれず多くの方が亡くなったのだ。ちなみにマザー・テレサの個人口座には預金が48億円あったのだ。ガンジーが禁欲生活を送った理由。イギリスに対して非暴力不服従の姿勢を貫き、インドの独立を実現させた平和主義者マハトマ・ガンジー。禁欲主義を貫き無欲に生きたと言われているが、その理由はガンジーの父親が病で亡くなった時に妻との性行為に夢中で死に目に立ち会うことができなかったのだ。この出来事がトラウマになり、禁欲主義を貫くことを決意したのだ。その後も結婚生活を維持しながら一切の性生活を放棄したと言われているが、禁欲の訓練と称し毎晩裸の女性とぴったり体を密着させ寝ていたのだ。その中には兄弟の妻や10代の少女とも同じように寝ているところが目撃されていたりと、かなりイメージと違う人物なのだ。その他にも同性愛者だった噂もあり、同性の恋人カレン・バッハと過ごすため1908年に妻と4人の息子を捨てたのだ。7回死にかけた世界一運の悪い男の末路。その男の名はフランセルク。7度の大事故ほぼ全て軽傷で生還したのだ。電車が脱線凍った川に落ち17人が死亡するが、自力で岸まで泳ぎ無事生還したのだ。飛行機墜落で19人死亡。壊れたドアから外に放り出され、星草の山に落下し軽傷で済んだのだ。乗っていたバスが谷底に落ち、4人死亡したが無事生還したのだ。運転していた車が大炎上するが、爆発を起こす前に脱出し生還したのだ。その3年も突然車の空気口が火を吹き、髪がほぼ燃えたが軽いやけどで済んだのだ。散歩中バスにはねられたが、なぜか打撲で済んだのだ。車で運転中トラックに激突され崖から落下、窓からジャンプして木に捕まり生還したのだ。何度も軽傷で済むのは実は運が良いのではと思い、宝くじを買ってみたのだ。なんと1億円当たったのだ。メッシがサッカーより愛した女性。世界最高のサッカー選手リオネル・メッシは5歳の頃に出会った幼なじみと結婚したのだ。妻のアントネラはメッシと同い年で、アントネラを初めて見たメッシは一目惚れし、ずっと片思いしていたのだ。この時メッシはいつか僕たちは付き合うよとノートに綴っていたのだ。13歳でスペインに移住し、一時期は疎遠になるが、
17歳の時アントネラは親友を事故で亡くし、ショックを受け学校にも通えず自宅で引きこもっていたのだ。当時バルセロナに所属していたメッシはすぐに帰国し、アントネラを励まし続けたのだ。これがきっかけで2人は交際を始め、メッシが30歳の時に子供の頃であった故郷ロサリオで結婚式を挙げたのだ。現在は3人の子供に恵まれ、家族5人で幸せに暮らしているのだ。ワンコマには聞いたのだ。鳥山明がホニャララを好きすぎてやらかした話。ドラゴンボール原作者の鳥山明はよくラジオを聴きながら仕事をしていたのだ。特に鶴瓶の放送が大好きで毎週欠かさず聞いていたのだ。いつものように聞いていると突然鶴瓶が鳥山明さんこれ聞いとると呼びかけてきたのだ。いきなりラジオから自分の名前が呼ばれて思わずペンを落としそうになったのだ。実は鳥山は鶴瓶が好きすぎて当時大ヒットしていたドクタースランプになんと無許可でこっそり鶴瓶を書いていたのだ。それを見たラジオリスナーが鶴瓶に切り抜きを送ったことでラジオで呼びかける事態になったのだ。その後鳥山は番組宛てにハガキを出して大好きな鶴瓶のラジオ出演と対談が実現したのだ。ラジオ出演した鳥山は生鶴瓶を目の前にしてガチガチだったのだ。日本で一番 AV にスカウトされる男、お笑いコンビ春と飛行機のボケ担当グンピーは街頭インタビューで自身の性体験を尋ねられ、僕バキバキ童貞ですと回答したものが報道されると一連のやり取りが SNS 上で拡散され、バキバキ童貞の呼び名がバズったのだ。これを機にマネージャーから YouTube 投稿を勧められ、2023年現在では登録者数120万人を超える人気 YouTuber としても活躍しているのだ。童貞でバズった手前現在も童貞中で、その童貞を奪おうと AV 業界からオファーが殺到しているのだ。中には出演料はいくらでも払うと童貞しか撮らない生粋の職人監督から熱いラブコールが送られているのだ。グンピーは童貞を失うと存在価値がなくなるのではと初体験を夢見てオファーを断り続けているのだ。長瀬智也実は超天然小ネタ集ギターって知ってると質問され、足の速い人でしょと答えたのだ。初めてヒョウを見た時にすげえヒョウって本当にヒョウ柄なんだと答えたのだ。大山信代がどこでもドアと披露した時の感想、大上手ですねと答えたのだ。グリーン車に乗ってやっぱ速いっすねと答えたのだ。1メートルは60センチ、1世紀は9年、講師は英語でビーフベイビー、肉離れは英語でミートバイバイと答えたのだ。お品書きにあった天ぷらそばを指さしてなんすかあの怖そうな食べ物はと答えたのだ。現在の東京都知事の名前はと聞かれ、土地をいっぱい持ってる人ですかと答えたのだ。研修生時代部屋を暗くし一瞬明かりをつけて一発芸をするゲームで肛門を開いて太陽という一発芸を披露していたのだ。